例えば一つ何グラムぐらいあるんですか500近く。必ずイカ食べて帰ります。なるおったね、あの人。ちょマヨタコは中にマヨネーズが入ってる。タコもでかいし食べ応えがあります。美味しそうでマヨタコとチーズをどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。10時ぐらいにもう一人来ますんで。兄弟でされてるっていうふうに伺姉と。あ、じゃあお姉さんがこれから来られる。そうです。私がお兄さんですか言われるんですけど、はい、まあいいでしょう。まあ姉は喜びますよね。生地、たこ焼きの生地です。かつおだしと山芋パウダーを。どうかないのはあるんですけど。そうですね。これよそのたこ焼き屋さんはなんと重たい生地じゃねえって思うかもわからんけど、キャベツが中に入るんで水分がそこから出るんですよね。あれってちょっと固めにしとかんとコーンチーズとかツナとかああいう変わったのもあるんで、そこらの水分もべちゃべちゃになりすぎずに硬くなりすぎずにいうのが難しいですね。難しいですね。ちなみにこれで、何人分？これでね、30弱。本当に暇な時はもうこれ1杯で足りるし、土日はもう3杯もうあらかじめ用意しとくんですけど、足りんかなと思ったらまた新しいまだに作るような。これはどうなったらいいとかってあります？ダマがまずないこと。とりあえずまあ今ちょっとこれで置いといて様子を。たこ焼き屋では珍しい。たこ焼きでカープソースを使ってるとこは珍しいらしいです。カープソース食べちゃったことある？カープソース確かにあんま食べたことないですね。カープソースの方が歴史が長いんですよ。そうなんですか。広島じゃ創業明治2年ですから。鉄板の玉もちょっと大きいでしょ。特注ですかって言われるんですけど、特注じゃないですね。同じものはもう入らんみたいなけど、特注じゃないみたい。これを温めに焦げついても仕事にならんんですよ。イカ天が入ってます。このね、イカ天がね、ええ仕事するんですよ。お好み焼きで使うやつ。これなんとイカ天。熱々、それはもう出来たて熱々を食うた方がもう、店で焼きたてを食べますよね。マヨタコとタコがまあ一番よく出るんけ、どうしても焼いてストックはしとく。この中入れて温めとく。焼けたのあるお客さんがまあほとんどだけと、も焼きたて食べたい人はもういいといいんで、焼くのに20分ぐらいかかる。これがたこ焼きにしてはちょっと時間かかりすぎなんですけど、1個がでっかいんでね、中にキャベツとか具がいっぱい入ってどうしても20分ぐらいはかかるんですよね。しょうがないですけど。結構大変ですね。そういうのを知ってる常連のお客さんが多い。関西のお好み焼きを丸したような感じやね、あ、丸いお好み焼き。そんな感じ。ちなみに、お店を継がれる前って何されてたんですか？福祉関係。福祉関係。障害者福祉、知的、身体、精神いうような障害を持った方の
社会復帰支援だったり日常生活の介護だったりそういうのを20年ちょっとした。キャベツは、全部で何玉分切るんですか？多い時は20ぐらい。今日は結構卵大きかったけ、10か。今日は10。 10。これを1日で使うんですか？そう、これいっぱい切ったのは全部。お姉さんは、たこ焼き屋さんやる前は何されてたんですか？私は OL してました。あ、OL されてたんですか？そう。辞めてから、母がやってたのを手伝わされた。もうずっとそのままずるずると。逃げれなくなりました。10入ってるんだけど、今日は大きいのが8、5キロ、5キロって決まっとるけど。この透明なやつです。そう。これ全部で9人前がいっぺんに1人前が8個入り。もちろんマヨタコは中にマヨネーズが入ってる。中にマヨネーズは、買って帰って
マヨネーズがかかってないってわざわざ持ってきたりねする人もおってんだけどじゃあ中にマヨネーズが入って食べてみたらわかる。る、この間なんかたこ焼きマヨタコ買って帰ったらマヨネーズがかかってない残念とか書いてるしばらくして多分そういうたこ焼きなんだよな気づいちゃったんだけどねすぐ削除しちゃったけど結構なんか念入りにチェックされてるんですね、レビューの方。レビュー書かれちゃったらこっちへメールで返ってくるってすごいでしょキャベツこうキャベツをこんな見たことないですようんたこ焼きですごい光景ですね。変わったことしたらこっちもあるから来た時にお得意様がお得意様が予約をしてくれとってやけタコ6個孫のところへ送る系焼いとってくれで焼き具合が均等になるようにこれだけの面積の中で強いとこと低いとことどうしても出てきたりこの端ほど火が強い。これから一人前だこ11時にタコ6個いうおじいちゃんが予約が入ってるんだけどそれもU パックで送るんじゃって言うてやったっけU パックで送るんですか。クール便でなんか送るんじゃって孫が好きなんやって言うて足ばっかりこれしか入っとらんいう人も中にはおってるやしまあ均等にこれも均等になるように。なるようには。なんか食感的にはどんな感じになるんですか。芯の部分とかはシャキシャキっとしたのが残るししっとりしたのが好きなんよいう人といろいろ好みが分かれるとこだけど一時毎日来る人もおっちゃったよで週に1回は必ず来る人もおってやしこうマヨネーズが入っとるマヨタこういうのがまあ一番よく出るんだけど
どうも中毒性があるらしくて、マヨタコが人気なんです。一番人気ですね。もう7割ぐらいの人はマヨタコ買ってんねん。いろいろ、まあ、メニューがたくさんあるけ、いろいろ食べられてんだけど、結局はほとんどの人はマヨタコに帰っていく。やっぱりマヨタコではある。暑いだろ、そこから覗いたら。はい。これやるためだけにすねかはどうか急がされた。かわいそう。はい、オールサンキです。マヨタコ。はい。エビマヨ。はい、11時半ぐらいになります。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ソース塗ってない方がいいでしょう。ね、つけとくね。別にね。これでお釣りこれね。これね、去年のお茶だって一つのホットだけ持ってきた。ありがとう。これな、ありがとう。京都の神社がね、寝っとる人よっておるけん受けてくれんのよね。はい、どうもありがとうございました。油断用にこう入れてきた。これ車返してあるからね。ソース塗ります。はい、こんにちは。お世話になります。はい。これがスタイルね。美味しそうでる。美味しそう。じゃあ20分ぐらいに入れてちょうどいいかも。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、どうもありがとうございます。なんかもう基本はお電話されてから。そうそう、知っとる人はもう焼くのに時間かかるの分かっとってだけ電話予約が多い。マヨタコともちチーズともう一人がシーチキンマヨ。こちらは、お昼ご飯ですか？そうです。予約ですか？それともいや、そう。予約？はい、ありがとう
とうございます。320円。はい。お返し。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。こちらにはよく通はいはい、われるんですか？来ますよ。子供が帰ってきた時もここに買いに。初めて来られるお客様になんかおすすめしたいメニューとかってありますか？やっぱり一番子供とか友達が好むのはマヨタコ。マヨタコ。でも私は普通のたこ焼きなんだけど。で今日買われたのは普通のたこ焼き。普通のたこ焼きであ。子供らがおる時はマヨタコ。子供がやっぱし中学高校の時からここで食べてるから就職して都会に行っても帰ってきたらここのは必ず一回食べて帰ります。ああ、そうなんです。お子さんおいくつぐらいになるんですか？もう40です。40。そういうことで。どうもありがとうございます。失礼します。あら、こんにちは。こんにちは。こんにちは。上手に。いくつですか？何歳？3歳？はい、よくできました。重たいよ。これ持ってあげて。よいしょ。はい、ありがとうございます。ありがとうね。いただきます。ありがとうございます。マヨタコ一つ。マヨタコ。はい、ありがとうございます。じゃあちょうどです。はい、ありがとうございます。今日マヨタコですね。マヨタコ。はい。こちらはもうご予約されて。いや、さっき食べたいなと思って家が近所なんで。ああ、そうなんです。そうなんか来ました。なんかよく来られるんですか、ここのお店に？ああ、そうですね。結構夏休みとか今大学生なんですけど。あ、大学生なんですね。ちょっと夏休み暇なんでよく期待してます。初めて来るお客様に、おすすめしたいメニューってありますか？いや、もうマヨタコですね。マヨタコ。もうたこ焼き一個一個でかいんで、やっぱおすすめですね。ありがとうございます。はい。はい、20分ぐらい。はい。はい、ありがとうございます。はい、680円ですね。320円の価値です。はい、ありがとうございます。またお願いします。よく来られるんですか、お店には？結構ここが美味しいんでも量的にもタコもでかいし食べ応えがあります。通われるきっかけとかって伺ってもいいですか？結構ここ通り寄ったんですよね。たこ焼き屋さんがあるわいうことでちょっと買ってみようか思って、それからもうずっと通うようになりました。なんかお仕事か何かでよく通られてる形ですか？はい。店主さんの人柄とかどんな感じですか？結構ね、接客もいいし、言葉遣いも丁寧ですし、トータルで、今何年ぐらいたこ焼き屋さんに勤められてるんですか？ここは創業37年で、母親が初めて姉と一緒に続けて、確か10年ぐらい前から。続けていく中で大変だったことってありますか？もうからんもう怪我で場所がね、やっぱりね、ここは住宅街でなんかね、駅前とかね、商店街とかでやるのとはちょっと違って、ご近所さんがもう固定客いうか、そういう人が多いて、立地のいいとこだったらもう次から次へお客さんが来るような感じだと思うんだけど、まあでも結局は探してでも来る人は要件だし、同じ味をねずっと保って続けていくのが一番難しいかな。難しいですね。お仕事をやっててやりがいを感じたこととか？それはね、もう美味しい言うて喜んで食べてくれる顔見たらね、それはもう一番のご褒美。やっぱり特徴があるたこ焼きだけイートインで食べるお客さんなんかはもうすぐ目の前で
この大きいたこ焼き見てびっくりしてね、わー言うて食べてくれるのがもうダイレクトに見れるけ、あの瞬間はやっぱりたまらんね。うちたこ焼きしかないけどね。はい、いらっしゃいませ。5個頼んでたと思う。はーい。はい、また来ます。話しに来ないけどね。ありがとうね。はい。ありがとう。なおったね、あの人。高島が出てこい来いって言おったの。東京。3年、大学卒業40人ね、大連番の作り方、先生に来ていて、それもね、母ちゃんに1個ずつ。はい、すみません、お待たせ。ありがとうございます。ありがとうございます。たこ焼きって多い時で何個ぐらい売れるんですか？多い時100ぐらい。平日ぐらいだともう平日少ない時はほんまこれ1杯で30円ぐらいで終わる日もあるし、雨降ったら絶対少ないよね。ちなみに店主さんは、お子さんいらっしゃるんですか？お子さんからはなんかどういうふうにどういうふうに思われてるのかね。まあうちの母親がしょった頃からここはね、もう出入りしょったけ、ばあちゃんの美味しいたこ焼きいうイメージがずっとあるんだと思うけど、みんな勤め行きょりますけど、職場でも有名なたこ焼きらしいけ、大野さんちの娘なのにって言われるらしいけ、母親がしょった頃に幼稚園来よった頃にお母さんに連れられてよう来よったいう子がもう大人になって自分の子供連れてきたりしてだけ。じゃあもうなんかもう3世代で馴染みがあるみたいな。ね、もう37年言うたらほんまに子供の頃は来よった子がもうおじさんおばさんですよね。お好み焼きで、これたこ焼きしかない。これたこ焼きで、プレーンなやつこれ？タコを一つ。はい。はい、ありがとうございます。120円。はい、どうもありがとうございます。マヨタコ2個ありますか？マヨタコ1つ？マヨタコ2つ？はい、メールかもしれません。2040円ですね。はい、どうぞ。20分ごとです。はい、ありがとうございます。
マヨタコとキムチ、もち、チーズをどうぞ。大将、これ一粒何グラムぐらいあるんですか？500近く1人前が。お持ち帰りのお客さんが持って「重っ!」言うて、たこ焼きの重さじゃない言うて。はい、あらごめんなさい。2種類の組み合わせずつはちょっとどっちがどっちのない。マヨタコ1つ。ありがとうございます。では店長、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お店の創業の年を教えてください。はい、昭和63年ですから、今年で37年目を迎えております。なんか力を入れていることとかありますか？とりあえず広島に住んでてもまだ大野さんちのたこ焼きを知らない方がたくさんいらっしゃるんで、一人でも多くそういう方に来ていただきたい、たくさん知っていただきたいのが一番ですかね。はい、せっかく37年続けているたこ焼きのみで、ここまで来させてもらってるんで、現状を維持することが一番難しいことでもあり、そこを頑張って続けていけたらなというふうに思ってます。最後にお客様に一言あればいただきたいです。はい、月曜火曜定休日11時から18時営業しております。駐車場は当店の目の前、駐車少ないですが2台のみ、止めれないときはスタッフに声かけていただけたらと思います。ボリュームがある大野さんちのたこ焼き、お腹いっぱいになって帰っていただきたいと思います。ぜひお越しください。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。何名様ですか？
最近復活したんよ。はい、ありがとうございます。うまい。15、6キロぐらいまで毎日あるんで。あ、いいの、養生して。ミニアスペシャルとかだったら入る。極秘パウダー。ちょっと待ってくださいね。はい。こっちでもいいよ。チャーハンを作った。で、これ温度設定が110度になってて。
邪魔ができちゃダメだ。マヨネーズすぐお持ちします。で、焼き芋。はい、よ。いや、いいよ。で、ネギあんの仲間よ。ダブルがいい。
月見ネギあんスペシャル。麺がパリパリでね。存在にかなわないよ。はい、メニューの方お決まりですか？お時間が11時。ネギあんスペシャルピリ辛ラーメンですね。食べてどうぞ。セットにガンス。はい、いらっしゃいませ。昨日バーに買ってました。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。塩マヨスペシャルそばダブルガーリックなしです。お皿ちょっと熱いんで気をつけてください。ネギあんスペシャルのそば一点のです。チチヨです。ありがとうございます。生麺使ってるんでパリパリに仕上がるようになってます。ネギかな。ふわとろが好き。美味しいね。オリジナル生地らしいです。
すみません、右足の方で。ちょっとそろそろ傘持ってきて。いらないです。こういうことだって。止まりますか。焼酎水割り。ありがとうございます。これ。あ、昨日も来ました。そうなんですか。はい。Yes, I have now. あいらっしゃい、何名様ですか。3名様。誰そこ行ってる。そばにうどん。結構悩んだと思った。こんにちは。いや、家族なんか。すいません、ネギあんスペシャルです。チーズステー。こちらじゃなくて、もう一個。はい。学校の遠足で来ました。チーズスペシャルです。
めっちゃ硬いけど。うわうわうまいっすね、めっちゃ。簡単じゃない。ネギやんそば2枚。いただきます。いただきます。めっちゃパリパリやん。生地とソースのコラボレーションマジ神。しかもこれ麺チーズかかっててくっそうまいです。電話は出てないけど。そばに。あ、大バッテ。最近復活したいよ。私もずっと入ってます。ずっと入ってる。こんなにネギ取ってるの初めて見たんですけど。大葉スペシャルです。こちらネギあんスペシャルです。麺がパリパリです。イカラが鉄板みたいな。珍しいな。
はい、ありがとうございます。うまい。広島 is famous for お好み焼きが大好きです。とても美味しいです。I love cake. For lunch, yeah. I'm gonna also have it tomorrow, I think. Yeah. Maybe also for dinner. とても美味しいです。ありがとう。Thank you. ありがとう。失礼します。お待たせしました。リブロースステーキです。最高っすね。美味しかったです。やばい、めっちゃ汗かいてきた。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったです。
度が高くなるのがまあ冬なんですけど、部位でいうと葉っぱより芯の方が甘い。これがこうなる。お好み焼き家というところの責任者やってて、ずっとお好みの開業研修ってやってたんですよ。ずっと教えてて、まあ自分でもやってみたいなっていうことでこの店始めたんです。お好み教室なんかもやっとるんですね。前の職場がそういうところだったんですよ。お好み焼きを普及する部署なんですよ。広島のお好み焼きっていうのはキャベツを中心に食べるんですよ。キャベツによく合うように、酸味を抑えて野菜果実の甘みの強いソース。関西焼きっていうのは、関西はどっちかというと粉物っていうね、粉をもう食べますから、粉臭さだとか粉っぽさをなくすために酸味とかが少し効いたソースに。いらっしゃいませ。はいよ。間を挟む習性があるんですよ。
左がそばだね。お待たせいたしました。ゆきたまうどん。玉うどん練りかけです。もう来ますね。ここ美味しい。うどんが好きなんです私。看板の電子ついてないです。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう
ああ、俺だ。ごめんなさい。うん、じゃあこうね。鉄板切ったきますね。黄金の鉄板だし巻き卵。はい。海鮮アヒージョと牛バラにハラペーニョ。はいよ。氷いるの？微妙に白い。白いの？そう、同じですよ。フライドポテトお持ちしました。そっち置いていいよ。ありがとうございます。海鮮アヒージョです。はい、失礼いたします。そば。こっちに持ってくるの初めてだな。なんだよね。スペシャルなの？そうだよ。はい。ありがとう。タイ口がある、タイ口が。伸び。
おそばです。はい、どうぞ。